こんにちはレイムです。こんにちはマリサです。ゆっくりしていってね。この動画では品質管理検定試験、QC 検定試験の QC7 つ道具3、グラフ管理図、チェックシートについて説明します。ここは、品質管理の手法の項目です。最後まで見てね。この動画は、QC7 つ道具に、パレート図、特性要因図、ヒストグラムの続きです。この動画では、QC7 つ道具、グラフ管理図、チェックシートについて説明します。はい、よろしくお願いします。グラフは、データの大きさを図形で表し、視覚に訴えたり、データの大きさの変化を示したりして理解しやすくした図です。はい、それは前の動画で聞きました。グラフには様々な種類があり、代表的なものには、数量の大きさを比較する、棒グラフ、時間的な変化を表す、折れ線グラフ、内訳を表す、円グラフ、や、帯グラフ、などがあります。ああ、グラフは色々種類が多いですね。データを整理して、グラフで表すと、データだけではわからない情報も読み取りやすくなります。確かに数字だけだとわかりにくいことがありますね。左の図は、折れ線グラフで月別の不適合件数を表しています。時系列で不適合件数の推移の変化が見てわかります。右の図は、円グラフで、お客様不満足の割合を表しています。お客様不満足の内容が見てわかります。数字だけよりも見てわかりますね。何を訴えたいか、何に注目したいかということを考えて、目的に適したグラフを選択することが大切です。色々なグラフの中から最適なグラフの選択が必要ですね。管理図は、連続した観測値または群のある統計量の値を、通常は時間順またはサンプル番号順に打点した、上側管理限界線、及び下側管理限界線を持つ図です。はい、それは前の動画で聞きました。管理図には、打点した値の片方の管理限界方向への傾向を調べるために、中心線が示されます。管理図は、プロセス、工程、異常の検出を目的として、時間の経過とともにプロセスの変動や傾向の状態を視覚化するために用いられます。プロセスからデータを取り、それを、折れ線グラフに表します。はじめに、データを取り、それから、折れ線グラフを作るのですね。管理図には、データから計算していられる、中心線、CL と、上側管理限界線、UCL、下側管理限界線、LCL の3本の管理線が引かれます。データから計算して、中心線と上側管理限界線、下側管理限界線の3本の管理線を引くのですね。打点が管理限界線から飛び出たり、中心線の上側または下側に連続して偏って打点されたりするなどの癖がある状態の時、プロセス、工程は異常であると判断します。打点が管理限界線から飛び出たり、癖がある状態の時、プロセス異常と判断するのですね。このような場合は、突き止められる原因によって結果にばらつきが生じていることを示しています。突き止められる原因は、対策が必要な原因ですね。これは、異常とは、異常原因と偶然原因の動画で勉強しました。管理図には色々な種類がありますが、代表的なものに図のような特性値の平均と範囲の状態を示す X バー R 管理図があります。例の管理図では、X バー管理図の群番号22の点が UCL を超えていますので、プロセスは異常である、と判断します。R の管理図は問題ないですね。X バー管理図の群番号22の点は UCL を超えてプロセス異常が見てわかりますね。先ほどの、癖について説明します。管理図において、工程が異常かどうかを判定するための基準として用いられます。管理図の打点が、たとえ管理限界内にあっても、
点の並び方や散らばり方が通常では考えられないほど、稀にしか起こらない状況だと、やはり工程が異常であるということになります。管理限界内にあっても、工程異常の場合があるんですね。チェックシートは、係数データを収集する際に、分類項目のどこに集中しているかを見やすくした表または図を言います。はい、それは前の動画で聞きました。チェックシートは、データを収集、整理しやすくするために、用紙にデータを取るときに必要な項目や図などを前もって印刷し、データや結果の記録、点検結果などが数値や、丸、×、レ点マークなどの記号で、簡単に記録できるように工夫します。簡単に記録できるように、データの必要な項目や図などを、前もって工夫することが大事なんですね。そうですね。チェックシートを作るときは、どのようなデータが欲しいのか、どのようなデータを取るべきなのか、どのような形式にするとデータが取りやすいのか、などをよく考えて作成します。チェックシートを使うことで、計画的に、漏れのないデータを取ることができ、取った後の処理もしやすくなります。工夫して進めると効率よくデータが取れますね。右図、記録、調査用チェックシートの例です。左図、点検、確認用チェックシートの例です。チェックシートには、チェックする目的によってたくさんの様式がありますが、大きく分けると、ある目的を達成するためにデータを取る、記録、調査用チェックシート、と、事前に定められた点検項目を満足しているかを調査する、点検、確認用チェックシート、があります。はい、チェックシートを作るときはチェックする目的に合わせて事前に工夫して様式を決めて使うようにします。次は QC7 つ道具4、散布図。送別。QC7 つ道具の活用に続きます。この動画はこれで終わりです。レイムでした。マリサでした。最後までありがとうございました。引用、参考文献です。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。